シラミに感染した時の正しい対応。イントロダクション。シラミに感染してしまった時、適切な対処方法を知ることは非常に重要です。早期発見と迅速な対応が、症状の軽減と感染拡大の防止につながります。今回は、シラミ感染時の正しい対応方法について、詳しく解説していきます。シラミの基本知識。シラミって何なのだ？なんで頭が痒くなるのだ？それに、どうやって感染するのだ？シラミは頭髪や衣服に寄生する小さな虫で、人の血を吸って生きている寄生虫なの。体長は3mm ほどで、肉眼でも確認できるわよ。かゆみの原因は、シラミが血を吸う時に出す唾液によるアレルギー反応なの。主に直接的な接触で感染して、特に子供たちの間で広がりやすい特徴があるわよ。感染に気づいたらすぐに行うこと。シラミがいるって気づいたら、すぐにどうすればいいのだ？誰に相談すればいいのだ？まず、慌てないことが大切ね。家族や学校、職場に感染の可能性を速やかに伝えることが大事ね。これは決して恥ずかしいことじゃなくて、むしろ責任ある行動なのよ。早期発見、早期対応が感染拡大を防ぐ鍵になるの。それから、かかりつけ医や薬剤師に相談するのも良い選択肢よ。駆除方法と薬剤の使用。シラミを退治するにはどうすればいいのだ？薬は何を使えばいいのだ？市販のシラミ駆除薬を使用するのが一般的よ。これらの薬にはシャンプータイプや塗り薬タイプがあるの。ただ、使用方法と使用回数を必ず守ることが大切よ。それから、全ての卵を完全に除去するために、専用のコームで丁寧に髪を溶かすことも必要ね。特に耳の後ろや首筋は念入りにチェックした方がいいわね。衣類や寝具の処理。お布団とか服とかはどうすればいいのだ？全部捨てないといけないのだ。使用した寝具や衣類は60度以上のお湯で洗濯するか、専用の駆除スプレーを使用するといいわよ。洗濯できないものは密閉した袋に入れて2週間程度保管することでシラミを駆除できるわ。シラミは人体から離れると48時間程度で死滅するから、必ずしも全てのものを捨てる必要はないわよ。再感染を防ぐために、また感染しないようにするにはどうすればいいのだ？予防法はあるのだ？定期的な頭皮のチェックと、他人と帽子やタオル、櫛とかの個人用品を共有しないことが大切なの。それから、感染が確認された場合は、完全に駆除されるまで密接な接触を避けることも大切ね。特に子供がいる家庭では、定期的な頭髪チェックを習慣づけるといいわね。まとめ。早期発見と適切な処置が重要ですが、決して恥ずかしがることはありません。シラミ感染は世界中で一般的に見られる現象で、誰にでも起こりうることなので、冷静に対処することが大切です。適切な対応を行えば、必ず解決できる問題です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。